皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は大幅に出遅れ感はありますが、2024年7月6日、フェニーチェ堺のホールツアーお給仕の日の夜0時に MV 公開されましたプロテクト U についての感想をつぶやかせていただきたいと思います。ホールツアーやジャイガがありましたので今更感はありますが、結構待ちに待った感じがあった MV でしたので改めてつぶやかせていただきたいと思います。フェニーチェ堺でのお給仕の興奮が冷めやらない状態で、風呂にも入って準備万端で PC の前に座って公開を待っていたわけですが、このプロテクト U はホールツアー初日の名古屋公会堂で初めて演奏を見て聴いて、ホールツアー2日目となるフェニーチェ堺のお給仕の日にデジタルリリースされ、その日の夜に MV 公開となったわけですので、生演奏、音源、MV と私の中ではプロテクト U 祭りになっていた状態でした。公開前のサムネがこのサイちゃんの強烈目力のサムネだったわけですが、公開後は小鳩さんのかっこかわいい感じのに変わりましたね。どっちもいいのですが、このサイちゃんの目力のやつは公開前のワクワク感を盛り上げるのには最高でした。あとどうでもいい話ですが、ミンチョだったか小鳩さんだったかが MV のエレベーター動いてないのに動いてるように見えるって何かで言っていたと思うのですが、本当に動いてるように見えますね。ということで曲についてつぶやいていきたいと思いますが、改めてお断りしておくと、専門的なことは全くわからない状態での超絶個人的感想ですので、異論やご指摘はコメントで教えていただけるとありがたいです。まずは何といってもイントロなわけですが、あーちゃんの超絶かっこいいかつ超絶激しいブラストビートとともに、うららららららうららららから入ります。もうこのフレーズは一度聞いただけでも忘れられないというか、頭から離れないようなキャッチーなフレーズです。この曲はサビのメロディーもすごいのですが、このイントロは実はこれがこの曲の本体なんじゃないのかというくらいの勢いのある味わい深いフレーズだと思います。それで1メロになりますが、 A メロは少し抑えた感じで、アーチャのドラムもミサさんのベースラインも素直な感じかなと思うのですが、ミンチョのリフは私のめちゃくちゃ好きな、少し遊び入れているようなミンチョの笑顔が思い浮かぶようなリフで大好物なやつです。それで B メロになりますが、もうここからアーチャのドラムも超絶激しくなって、ミサさんのベースも動き出します。本当はただ真実の君を信じたいだけのところのアーチャのドラムフィルはめちゃくちゃかっこいいです。それでその後のサビ前のサイちゃんの英語の歌詞のところは、サビに向けて飛び上がるための一瞬のためというか、サビを完璧に演出する構成になっていると思いますし、ここのミンチョのギターも味わい深くて完璧な構成かと思います。それでいよいよサビとなるわけですが、誰かも言われていたように思うのですが、このサビはサビだけで A メロ B メロサビみたいに1メロを構成しているような構成になっていて、めちゃくちゃキャッチーです。歌詞の内容もアニメに合わせて考えられていると思うのですが、さえちゃんが言葉として発する音と曲が本当に合っていて、特に私的には Bring the Thunder Touch 迎え Go On のところは痺れます。このあたりに小鳩さんとさえちゃんの才能の凄さを感じてしまいます。バックの演奏はカオスでボーカルに全然優しくないタイプのやつですね。これも私の大好きなやつです。それでほぼ間奏なく2メロに入る形となるのですが、ここでこれぞバンドメイドという形で演奏のパターンを変えてきます。これはマナーズとかでもやってると思うのですが、こういうところが本当に好きなところですし、ここの演奏めちゃくちゃかっこいいです。揺れる瞳悲しみに赤く染まる、目を覚まして戻れないぶつけようもない思いが蝕むんだ交わるコース。
それで 2B はミンチョのリフがめちゃくちゃ激しくなります。ミサさんのベースもあーちゃんのドラムも 1B より激しくなっているように思います。それでこの B メロは 1B からだいぶ変えてきて、サイちゃんのフェイクが入ったり、1B だとサビ前のブレイク的な英語歌詞になるところが、この 2B は B メロを繰り返す感じになっています。やっぱりミンチョはひねってきます。よくこんな構成思いつくなシリーズです。それで2サビに入りますが、 MV では一瞬サイちゃんが笑顔になるところがたまりません。この2サビは普段の小鳩さんであれば歌詞を変えてくるところかと思うのですが、アニメのエンディングテーマということで、あえて1サビ2サビ大サビは歌詞を変えずに幅広くみんなに覚えてもらって一緒に歌ってもらえるようにしたのではと思いました。はい、完全に超絶個人的感想です。それでミンチョのギターソロになるわけですが、もう入りからエモいです。あーちゃんのドラムもミサさんのベースも抑えめで、ミンチョのギターを聴かせる感じになっています。このエモいギターソロを今の時代に聴けるのは貴重だなと私的には嬉しく思っています。それでブレイクした感じで 3B だと思うのですが、演奏が抑えられているので C メロのように聞こえるところになるのですが、ここ大好きなところです。重厚なミサさんのベースと小鳩さんのリズムギターの刻みは素晴らしいです。遥かなる日々、消せない過去も逃げたりはしないLiving in the night。それで最後大サビからアウトロとなるわけですが、ここはアウトロまで聴き入るのが正しいと思います。アウトロではあーちゃんはずっとブラストビート叩いてますね。イントロと違うところでものすごい迫力です。それで最後サイちゃんだけで歌うところは、お給仕ではサイちゃんにスポットライトが当たって会場も演奏も一瞬静かになった中、本当にサイちゃんだけの歌声になるというものすごく神々しい演出となるところです。いや本当にバンドメイドってハードロックというジャンルの中にどれだけ引き出し持ってるんだろうと思いますね。だからハードロックというジャンルを超えて、ジャンルはバンドメイドですと胸を張って言えるんだと思います。グレンダイザー U はヨーロッパとかアラブの国で人気ということなので、そちらの方にファン層が広がってくれれば嬉しいですね。このプロテクト U はお給仕映えする曲でもあるので、今後のお給仕やフェスでもどんどんやってくれると思いますので、何度も見て聴いて味わえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。